自分が何をしたいのか、どんなことをやりたいのかってことをですね、発信しないのはとてももったいないよっていう話をしたいと思います。クリエイターは肩書きでどうこうなるもんじゃないんですよ。むしろ今発信してることがきっかけになって、物事って進んでいくんですよ。〇〇大学に入ったとか、〇〇会社に入ったとか、同じ思考法でですね、アニメシークに入ったら、入っても何にもなりませんって自分から発信しなければ、あなたはそれやりたかったんだみたいな、誰も知りませんから。あなたの心はあなたしか知らないんですよ。でそしてですね、あなたの心自体もそれをですね、表に発信しなければ忘れちゃうんだよね。なんか昔ね、ちょっとでも絵とかそういうのでなんか食っていけたらなってちょっと妄想したこともあったけど、なんかどうせ無理だと思って諦めて、普通に大学入って普通に就職したんだけど、これじゃなかった気がする。これじゃないかん、すごいなみたいな。これ人生あるあるですよね。要するに他人に流されてる状態です。簡単に言うとそうやってね、自分の人生自分に全然主導権ないんですよ。で自分で発信するって何かっていうとね、自分の人生を自分に主導権を取り戻すって話なんですよ。簡単に言うと、気づいたらなんか知らんけど他人に主導権取られてるんですよね。でそれは何でか、そうですね、自分がやりたいと思ったことね、恥ずかしくて言わないからですよ。めちゃめちゃシンプルなんですよね。あとね、これも大きい。自分って何なんだろうかっていうのはですね、発信しないとこれもやっぱ分からないんですよ。ね、初期値っていうのかな。自己発信してる、あるいは自分の思ってることを常に行動していると、実はね、仮に誰かにバカにされたり、足を引っ張られたとしても、痛くも痒くもないんですよ。ね、だってどうでもいいじゃん。あなたはそう評価するんですね。でも僕はそうは自分のことを評価しません。それだけなんですよ。だからさっきも言ったよね、自分で発信していくこと、自分の思ってることを言っていくこと、自分のやりたいと思ってることを言っていくことっていうのは、簡単に言うとですよ、自己肯定感ってやつですね。やっぱ自己肯定感上がるんですよ。自分のやりたいことっていうのがね、はっきり発信してれば、僕はこういうのをやりたいんです。でそれはですね、実はレベルの差はないんですよ。世の中的に、要するにその人が稼いでるのか稼いでないのか、偉いのか偉くないのかね、世の中的な評価なんか関係ないんですよ。自分はこれやりたいんです。でこれをやってますっていう人はですね、もう最強なんです。ある意味もうその時点でもうその人をね止める何者もないんですよ。やりゃいいんです。それはね、そうただそれだけなんですよ。その人は楽しいんですよ。なんでかっていうと、自分が何をしたいのか、そしてそれを今やってる。何の矛盾もないんですよね。自分のその中で矛盾がないんですよ。本当はこうだったのになとか、自分はそんなこと本当はやりたくないのになとかね、でもなんか知らんけど今こうなっちゃってんだよなとか、これ自己矛盾ですね。自分の中でなんか本当はそうじゃないのに、なんか知らんけどこうなっちゃったみたいな、こういうですね状態の人ってやっぱ自己肯定感っていうのかな、自分に対する評価も下がってくるんですよ、どんどんね。なおかつそんな時にですよ、お前なんかどうせそれ大したことないだろうってちょっとね、ちょろっとでもですよ周りに叩かれたらどうなりますか。自分の自己肯定感がそもそもやりたいことできてないグラグラの状態なのに、それでですねちょっと周りにですねちょっと疲れたらどうなりますか。ぶち切れますよねもう我を忘れてぶち切れるか、ネガティブになってどうせ俺なんかというですね負のスパイラルに入るかね、どっちかになると思います。だからやっぱ自己発信ってねめちゃくちゃ大事なんですよ。でいや今までそんなね負のスパイラルの人生でしたっていう人はですね、これもね難しいんですよ。自分の思い込みの打破ってどっから始まるのって言ったらですね、結構ね何を恥ずかしいと思うか思わないか論からね案外始まるんですよ。そもそも自分がなんか下手なくせにうまくもないくせにそういうのやりたいとか書いてますとかいうのが恥ずかしいとかね、そういうですね自分が恥ずかしいと思ってることが多分ずれてます。その今うまくいってない人全般、恥ずかしいことは今下手なことじゃないんだよねっていうことですよ。むしろ今下手なことじゃなくて、自分のやりたいこととか自分の気持ちをですね表に出さずに隠し続け、自分に対して偽り続けてる
今そのものが恥ずかしいのであって、今下手なことっていうのは結果論なんだよね。そんなのはある程度ですよ、数をこなしたりちゃんと学んだら解決できていくはずのことなんだけれど、それを放置して、自分に対して偽ってる状態、これが一番恥ずかしいんだよね、そもそもが。いや、恥ずかしいはずなんですよ、本来は。なのにそういうのをやりたいって言ったらバカにされるんじゃないかって。で、仮にですよ、それをバカにしてた人たち、ちょっと見てください。全然楽しそうな人生送ってないと思うんですよね、そういう人って。